村正、お前はめちゃくちゃだ。村正、一緒にいてくれるか。朝食を作っているのか。少し待っていて。そういうことか。まだか。もうちょっと。そうか。いや、別にせかしたのではないから。音が。もう少しね。ああ。もう少し。ガトリングガン。すぐだから。ああ。終わりを始める。死を行う。空を表す。なぜだ。違うのよ。これでも料理くらいできるんだから。ただほら、道具や食材が昔と違うし、それでよ。それで
ちょっと戸惑っただけなの。そうか。明日はちゃんとやるから。いや、自重してくれ。でも俺は朝飯を抜いても平気な方だ。それ健康に良くないのよ。出刃包丁で電磁バットをしようとする剣を止めるのもあまり健康的な体験ではなかったんだが。いい陽気ね。いつもこうなら冬も悪くない。寒いのは嫌いなの？まあそうだな。人並みに寒さよりは暑さの方が苦手だが。私は寒い方が嫌いだったかしら。今はこんなだからどちらも平気だけど。冬の寒さは着込んで暖房を効かせれば耐えられるが、夏の暑さは裸になっても耐え難い。などと言うがな。お前の時代にはそんな言葉はなかったか？ないけど、わかる気はする。でもね。寒いからって火を使ってばかりいると、蓄えがかさむのよ。もう本当に。だから冬は食いぶちが減るのを覚悟して、ぬくもるかその逆かになるわけ。おかげで冬にはいい思い出がないのよね。ああ、なるほど。その点、夏の暑さはどうにもならない分、最初から諦めがつくし。逆の発想だな。まあ、でも。うん。春と秋の方がいいに決まってるけど。まったくだ。海の向こうのどこかには、常春の国もあるんでしょ？ああ。そんなところに住めたら幸せね。そうだな。少し、寂しい気もするが。そっか。四季の風情の移り変わりも楽しめないってことだものね。夏の夜も冬景色も、失うとなれば惜しい。つまり、諦めが肝心で、贅沢を言い始めるとキリがないってことかしら。さて、いずれ科学の進歩で好みの季節を自由に選べるようになるかもしれん。そうなればどんな要求でも叶う。人類の英知の勝利だ。そうね。うん。それ、実は勝ったつもりで負けてない？やはりそう思うか。風情がないような。風情はないな。ねえ、ミド。あれ、何かしら？公園か？人が集まっているな。行ってみるか。うん。市？古物市だな。
いらっしゃい。お手に取ってどうぞ。ミド、こういうの好きでしょ。わかるか。なんとなく。なんかそういうオーラが出てるっすよ。良いものを置いていますね。わかるわかる。かあ、嬉しくなるね。違いのわかるお客様に巡り会えると。さあ、どんどん見てくださいな。今何か変じゃなかった？変っていうか、不穏っていうか。そうか。さすがだね、お客さん。そいつはいいものだよ。裏千家の総称も絶賛した丸山岩塩のクジャク天目だ。ほう、これが。もちろん新作保証。箱もあるし、蓋の裏にはちゃんと裏千家の総称直筆間違いなしの箱書きも。やっぱり何か。お値段は？本当なら万って話になるんですけどね。最近は景気が悪いし、お客さんは目の高いお人だしね。3000円でどうかな？それはお安い。こちらは？信楽焼ですよ。へへへへへ。こいつもめったにない一品でね。いいでしょう、この檜垣もん。なかなか。言うはないけど、そこがまた味だ。確かに。手触りも素晴らしい。どうぞどうぞ、お客さん。どうですか？良い肌です。なんかこう感動的で背筋にゾクゾクくるでしょ。はい。お客さんとこうしているだけで、私もだんだんとおかしな気分に。骨董屋さん。何の話をしてるのよ。壺だが。壺ですよ。そう。で、どうですお客さん。ちょいとお高くつきますが、ご損はさせませんよ。いかほど。お客さんの色男ぶりに負けに負けて。こんなもんで。それは骨董屋さん。手が出ない。いやーん、困ったな。こいつは江戸か。ひょっとするとそれ以前って代物でね。これ以上安くはできないんだな。でも仕方ない。商売にならなくなるけど、お客さんのため。これでどうだ？さて。そろそろ手離したらどうかしら。ご賞ですよ、お客さん。私にも暮らしがあるんですからさ。ここは気持ちよくこのお値段で折り合いをつけましょう。しかしこれは悩ましい。そう言わずそう言わず、お買い上げいただいたら私お客さんのお宅までちゃんとお届けしますよ。ちょっとしたサービスもできるかも。ミドル。村正。その壺欲しいの？まあ悪くないとは思っている。じゃあ10分の1に値切って。いきなりか。おーいおいおいおい、姉さんちょっと耳が長いからって調子に乗ってもらっちゃ困るね。うちの品物にケチつけようってのかな、それとも買い叩こうってのかな。どっちにしたってそいつをやっちゃもう大事なお客さんじゃないな。どっちでもありません。正しい値段をつけてあげただけよ。いいのかい、そんなこと言っちまって。北極の熊で面白え。こうなりゃとことん勝負だ。耳がくるくる回る姉さんよ。
あるか。じゃあ一つ教えていただきましょう。この年代物の信楽壺と今のふざけた寝踏み、どういう理屈でひっつき合わせるのか。理屈ってほどの話でもないけど、逃げ工場は聞けないな。年代物じゃないでしょこれ。どういうことかな。こいつは間違いなく江戸の昔の。ミド、江戸っていつ100年ほど前に終わった時代だ。はったり聞かせすぎね。実際はその半分もないじゃないの。姉さん、適当ふかしちゃいけない。22年と4ヶ月。は22年と4ヶ月よ、この壺ができてから。あなた、これの由来を知ってるなら計算してみなさいな。ぴったり合ってるはずだから。そこまでわかるのか。私を何だと思ってるの？骨董に目が利くとは考えたこともなかった。それはそうだけどね。でも、土や鉱物からできたものなら、その年くらい一目でわかるってば。くそー。これだからエミシって連中は商売がやりづらくてしょうがない。もういいよ、その値段で持ってけ。どうする？やめておこう。なら村正、ここにある品の中で一番古いものはどれだ？そこの小さくて丸いやつ。この茶入れか。ピンポイントなのさ。そいつは安っぽく見せといて、玄人が掘り出し物ゲットと大喜びのところに根をかけてがっかりさせる罠なんだけどね。あなた、とことん性根が曲がってない？耳でカスタネット打てる姉さんにはもう逆らいませんよ。適正価格でどうぞ。でもそれ以上の勉強はどうかご勘弁。何してるの？思ったよりひどかった。待ちなさい。今拭いてあげるから。ほら、こっち向く。うん。あなたってたまに子供っぽいことするのよね。そうか。そうよ。もう耳にまで飛んでる。指を入れられるとくすぐったいんだ我慢する。が、逆もか。もちろん。はい、向き変えて。お客さん、なんか商売の邪魔っていうか、見てると一人の寂しさが身にこたえるっていうか、なんか涙出てきた。イチャつくならあっち行けよ。付き合わせたな。私も楽しかったし。けど、回ったのって似たような店ばかりね。ああ、あのような店。つまり骨董屋だが、大人になったらあれをやろうと、子供の頃、夢見ていた。そうなの。昔の話だが、幼心に描いた夢は、まだ胸に残っている。薄暗い店の中で、日がない一日カビ臭い空気を吸いながら、万暦の壺を磨き続ける。そう。そんな暮らしが憧れだった。叶わなかったがな。それは、わからないでしょ？今からやってもいいじゃない。そうか。そうだな。
お前は？何かなかったのか？子供の頃の夢は。私は生まれが生まれだったから、蝦夷の鍛冶師の家に生まれついたものは剣になる以外の将来なんて考えないものよ。そうか。まあ全くってわけじゃないかな。あるのか？ほんのちょっといいなーって思ったことならね。小さかった頃に宮中の女官は毎日綺麗な衣装を着てるって聞いて、私もなりたいってつい言っちゃったことがある。カカ様に聞かれてこっぴどく怒られたけどね。宮中の女官か。何？いや、できればと思ったんだが、その夢を叶えてやるのはどうも難しそうだ。いいのよ、バカね。何も知らない小さな頃にちょっと憧れただけなんだから。たとえ女官になれるつてがあったとしたって、私は剣になることを選んでた。剣になったからあなたに会えた。それは偶然の巡り合わせだったのかもしれないけれど、2月前のあの時、あなたは私のことを必要だって言ってくれたでしょ。だからいいの。いろいろなことがあってここまで来た。その過去全部を肯定するなんてできない。間違いは数えきれないくらいある。でも剣になったことだけは今はそうしてよかったって思える。村正。どうしたの？いや、ちょっと変。そんなことはない。何考えてるの？別段。なんだ？精神干渉して読んでみようかなって。やめろ。冗談よ。そんなことしなくても教えてくれるものね。ごまかそうとしてる。ああ、そう。さっきの話だ。さっきの？宮中の女官。あれはもういいってば。お前を朝廷に送り込むのは無理な話だが、それに近いことを疑似体験させる程度ならできるかもしれない。どういうこと？少し考えがある。で、これが近いこと？解釈次第では。誤解とか曲解とか言うのよね。それってきっと。完璧だ。これ、何なのか聞いていいかしら。どっちかっていうと、私の方であんまり聞きたくないんだけど。貴人に仕える女性が着る服には違いないぞ。西洋のだが。本当かな？いや、良い。いや、素晴らしい。褒めてくれるのは嬉しいんだけどね。なんか今のあなた、ダメな病気っぽい。
病気は病気だが、おそらく地球上の男性の過半数が患っている病気だから気にしないでくれ。何なんだか。で、私はこの格好でどうしたらいいわけ？そうだな。お茶をもらおうか。道具は？テーブルの上のそれだ。これ？海を越えるとお茶の道具もこんな風になるのね。ところ変わればだからな。ちょっと待ってて。ごめん、こういうの使ったことないから。こぼしちゃった。拭かないと。なんで感動してるの？いや、俺としたことがいささか取り乱した。危うく魂を根こそぎ持っていかれるところだった。どこへよ。構わずに続けてくれ。何度失敗してもいい。しません。すぐ入れ直すから待ってて。ねえ。なんだ？視線が気になる。なぜだろう。ほのかに邪念を感じるっていうか。はて。いやらしいこと考えてない？うん、考えている。否定してよ。逃げ場がなくなるじゃないの。だから肯定した。ダメだからね、こんなところで。しかしその服を持ち出すわけにはいかないのでな。もうどうして欲しいの？説明しよう。何？簡単なことだ。